ご視聴ありがとうございます。スカイリム面白し体研究会会長のめいめいひまりです。今夜も私が選んだとっておきの面白死体を紹介するわ。今回紹介する死体は、リンウェよ。彼は盗賊ギルドの特殊任務、サマーセットシャドウズのボスとして出現する死体よ。全身に固有装備をつけてるから、性能よりも珍しい装備の持ち主として覚えてる人が多いと思うわ。まあ実際に彼の性能は全然大したことなかったのだけど、実は AE で大幅な強化がなされた死体の一体よ。というわけで今回は特に AE におけるリンウェの性能を見ていくわよ。始まるよー。リンウェは弓と片手武器を得意とする軽装戦士よ。彼の特徴だけど、これと言ってないのよね。どちらかというと弓の方が得意だけど、影の弓と骨の矢を持たせた時のダメージは、はい、101になるわ。別に弱いわけではないのだけど、これまで紹介してきた死体と比べるとどうしても見劣りするわね。ところが AE においてはある条件を満たすと、はい、293ダメージを与えられたわ。以前紹介した山賊略奪弾のダメージが285だったから、それを上回る大ダメージよ。なぜここまでのダメージを出せるのか、その理由は彼が装備してる矢にあるわ。現在彼が装備してるのは、念動力の矢よ。念動力の矢というのは AE で追加された矢で、発射すると空中に固定されて、専用のパワーを発動することでその場から発射されるという特殊な矢よ。ただしこれを NPC に持たせても、同じように空中に固定されて、パワーを発動するまでその場に留まり続けてしまうわ。ではなぜリンウェの矢が普通に発射されるかというと、実はこれはプレイヤーが作れる矢とは異なる内部データに存在する同盟の別の矢だからよ。実際にリンウェの持ち物を見てみても、この通り何の矢も表示されないわ。本来の念動力の矢とは別の、プレイヤーには調べることができない矢を持っているということね。本来の念動力の矢によるダメージは、弓やスキルに関係なく118なのだけど、表示されない方の念動力の矢は、そのまま攻撃力111の矢として発射されるわ。だから弓の攻撃力やスキルによる上昇が乗って、こんなとんでもないダメージが出るというわけね。この矢は表示されないから取り上げて別の NPC に渡したりできないし、攻撃によって相手のインベントリに追加されることもないから、出現時にこの矢が配布される可能性がある一部の NPC のみがこの矢を使うことができるわ。そしてリンウェがその一部の NPC というわけね。一部の NPC が念動力の矢を装備してるということは UESP にも書かれてるけど、具体的に誰が持ってるかについては今コブラさんという方に教えてもらったわ。SE ではカットしない性能だったけど、AE で一躍最強クラスの弓術獣人に躍り出た死体。それがリンウェよ。説明しよう。次はステータスを見ていくわよ。これがリンウェのステータスよ。パワーショットで 50% の確率で敵をよろめかせるのは強力だけど、それ以外は特筆すべきことのない平凡なステータスをしているわ。NPC は頭に何も着てないことが多いのだけど、彼は全身に軽装備を着てるから、珍しく適切な装備が効果を発揮しているわ。軽装の適性もあるし防御力は高い方だけど、体力が低いから、結局耐久力はそこそこといったところね。片手武器の適性とパークも一応あるけど、これもないよりはマシ程度で全然強くないわ。念動力の矢が配布される可能性があるというのが唯一の利点なのだけど、その利点が大きすぎて、それだけで彼を最強クラスの獣人に押し上げてしまっているわ。死んでくれません？それじゃあ入手方法を説明するわ。リフテンでブリニョルフの話に乗って盗賊ギルドに加入すると、デルビンかベックスから繰り返し受注可能な仕事を受けられるようになるから、ウィンドヘルムでの仕事を5回終わらせると、サマーセットシャドウズのクエストが発生するわ。もしウィンドヘルム以外の場所が選ばれたら、仕事を辞めてから新しく受け直せば、そのうちウィンドヘルムでの仕事が発生するから、さっさと終わらせたい場合はこの方法を使うといいわ。クエストを進めると見らないからリンウェの居場所を聞き出すことになるのだけど、その前に必ずセーブしておいた方がいいわ。居場所を聞き出したらアターリングヒルズ洞窟でリンウェと戦闘になるのだけど、もし念動力の矢を装備してなかったら、
リセットして居場所を聞き出す前からやり直すわ。リンネの装備は居場所を聞き出した瞬間に決まるから、事前にセーブしておく必要があったわけね。何度もアターリングヒルズ洞窟に向かうことになるから、事前にファストトラベルで飛べるようにしておいた方がいいわ。リンネが念動力の矢を持つようになる条件は2つあって、1つはプレイヤーのレベルが12以上であること、そしてもう1つは、アルケイナイウムにある念動力の矢の調査メモを読むことよ。これを読まない限り NPC に念動力の矢が配布されることはないわ。この2つの条件を満たしていればいずれ念動力の矢を装備したリンネが現れるから、倒せば死体が手に入るわ。ヒョトリの銀ロケットを回収しなければクエストマーカーを残したままにできるけど、そうすると新しく盗賊ギルドの仕事や特殊任務を受けることはできなくなるから、他のクエストも受けたいなら、サマーセットシャドウズは終わらせて、死体の保存は宝の地図などの保存アイテムで行う必要があるわ。ご視聴ありがとうございました。というわけで今回はリンネについて紹介したわ。SE ではパッとしなかった死体だけど、AE では念動力の矢のおかげで反則一歩手前の強さを得ているわ。少し手間はかかるけど、それに見合うダメージを出してくれるから、AE を持ってる人はぜひ彼に念動力の矢を持たせてみてね。それじゃあ今回の動画はここまでよ。よかったらいいね、高評価してもらえると励みになるわ。またね。